皆様こんにちは。 Google で YouTube ビデオ広告のプロダクトを担当しております生駒です。本セッションのテーマはテレビと YouTube の統合プランニングがもたらす事業インパクトです。ソニー損保様では2020年頃から本テーマに取り組まれ、その結果1人当たりのサイト来訪者獲得単価が実に約 30% も改善できたということです。果たしてその内容はどのようなものだったのか、気になる舞台裏を語っていただきます。この取り組みの詳細についてソニー損保大竹様、本事例ではパートナーとしてオンオフ統合のメディアプランニングを担当されておりました電通関谷様、そして電通グループであり YouTube 配信のプランニングを担当されていたセプテーニ松浦様から詳しくお話をお伺いできればと思います。それでは皆様どうぞステージへお上がりください。どうぞお座りください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが大竹さん、今回の取り組みの背景として当時のソニー損保さんの課題感からお伺いできますか。私たちソニー損保はダイレクト型の自動車保険においておかげさまで20年連続で売上ナンバーワンを達成できています。ただ国内のダイレクト自動車保険の普及率ってわずかに 10% ぐらいしかないというのが実態です。ですので海外に比べればまだまだ伸びしろがあるという状況ですので、ビジネス成長をさせていくためにはまだマーケティングの投資対効果を可視化してしっかり改善させていくという必要がありました。そのために短期的な獲得施策だけではなくて、その上位にあるお客様の認知、それから契約が必要になったとなった時には興味を持ってもらえるという状態を保つことということを大事にやってきました。自動車保険という商材は現在のお客様のご契約が満期を迎えるタイミングと新たに車をご購入されるタイミングにこちらとしてはアプローチしたいタイミングになるんですけれども、そのタイミングがこちらからは分からない、タイミングがいつなのか分からないんです。なのでお客様のが検討される検討のタイミングでしっかりソニー損保を早期いただいて検討候補に入れてもらえるように日常的にプロモーションを打っておくということがとても重要なんです。でそこで課題になってきていたのがテレビ CM でした。今でもテレビ CM リーチのテレビ CM のリーチの広さと瞬発力圧倒的ですよね。そこはもう圧倒的なんですけどテレビ CM をある程度の量を打っておけばいいというような状況っていうのがここ数年でかなり変わってきてるなというふうに捉えておりました。でそこで登場するのがYouTube なわけなんですけれども、広告主側から YouTube の魅力特徴というものを整理してみると、まずは視聴層の広さ、それからテレビ CM と同じように動画で伝えられるというコミュニケーションの深さ、広さと深さですね、だと思うんです。でこれは広告としてお客様にメッセージを届けていく上でメッセージを届けて態度変容を促すという意味では非常に効果的なメディアですよね。でそう考えるとテレビ CM と YouTube どっちがいいんだと、どっちを取るんだっていう議論になりがちなところはあるかもしれませんが、でも2つを分けて考えないであくまでも同じものとして同じ物差しでしっかり計測評価しながら PDCA を回していく必要性があるんだろうということを当時強く考えました。なるほど、リーチの規模があって映像と音で伝えられるという同じ動画広告の枠組みとしてテレビと YouTube を認識されていたということですよね。はい、そうです。最近では本当に先ほども流れてたかもしれませんけど、テレビで YouTube 見る方本当に増えてますよね。なのでテレビ画面という同じデバイスですので、視聴シーンであったり視聴の態度がテレビと似る部分が多いので、
テレビ CM とデジタル動画っていうのは今後さらに融合が進むだろうというふうに想像しています。確かに例えばイプソスの調査によると、動画サービスを使っている人の3分の1はテレビ画面で YouTube を見るとき YouTube はテレビだと言ってたりもするので、ユーザーにとってはより融合が進んでいるのかもしれないですね。で松浦さんの方にお伺いしたいんですけれども、コネクティッドテレビとかあとデジタル動画の存在感が増したことで、デジタル領域を得意とするセプテーニさんでもこういったお問い合わせ、オンオフ統合のお話はたくさん来ているのでしょうか。はい、そうですね。他のクライアントさんでもオンオフ統合のニーズというのは高くなってきているのですが、ここまでソニー損保さんの事例のようにきっちりとやられているクライアントさんは実は珍しいです。背景として現状ではマーケティングの組織体制の課題があるかなというふうに考えています。というのもクライアントさん側の中でオンラインメディアとオフラインメディアという形で代理店もクライアント側の体制も分かれているケースというのが多いです。この分断構造というのは結構深刻でして、戦略だったり評価などあらゆる箇所で分断を生んでしまっていて、最終的にはコミュニケーションコストであったりオペレーションコストというのが非効率な状態で実行されているお客様というのも見受けられます。そこでオンオフ統合を進めていくために必要不可欠だと考えているのは、オンとオフの戦略を一気通貫して実行できる組織づくりだと思います。ソニー損保さんのケースでは電通3チームと私たちセプテイントがそれぞれの得意分野を生かしながらオンオフ統合で推進をしてきました。具体的にはプランニング、2つ目にバイイング、モニタリング、そしてクリエイティブ制作まで電通さんとセプテーニで競争をしています。大竹さんからお話があった目指されている事業成長という目標に対してオンとオフの垣根なく全体を統合して進めるようになりました。ぜひソニー損保さんの取り組みから成功のヒントをでは深掘りしていきたいと思います。オンオフ統合で事業成長を目指すために Google が代理店や広告主に提供する ADH、Azure データハブというプライバシーセーフな分析環境も使われたとお伺いしたんですけれども、具体的にどのようなことをされたんでしょうか。はい、まずはですね、KGI となる売上ですね、売上の最大化から逆算しまして何を KPI にするのかということから決めました。KPI って多すぎると現場の担当たちも混乱してしまいますし、複雑にすると理解が難しくなって余計にややこしくなるということもありますので、まずはとにかくシンプルにということでサイト来訪者の獲得単価を主要な KPI として設定したんです。でそこからサイト来訪に寄与する広告リーチ、それから広告の接触回数というものの関係を紐解いていくというところから始めてみました。でそこからいわゆるデータ分析を始めるんですけれども、具体的にどんなイメージかといいますと3つデータがありまして、電通さんがまず持っているテレビ CM の接触データ、それから ADH の YouTube の接触者データ、さらにはソニー損保が持っているサイト来訪者のデータというものを紐付けまして、大きく2つのステップで分析を行っていくんですけれども、1つ目っていうのはまずテレビと YouTube の予算割合の検証です。2つ目が必要なターゲットリーチやフリークエンシーの回数というものの検証になります。でこれは本当にテレビ YouTube 使ってなんで、実際には複数のエリアに分けてさまざまなトライアルっていうものをやってきました。でこれは本当に電通さんと一緒に本当に苦労を重ねてやってきたなというところでありますので、関谷さんにそのあたりのお話を伺えたらなと思います。大竹さんありがとうございます。今大竹さんがお話しいただいたようにですね、前例のない施策だったので本当にいろいろと試行錯誤をさせていただきながらやりました。でまず1つ目になんですけれども、テレビと YouTube の予算割合の検証をさせていただきました。
多くの、今日いらっしゃる広告主様でも予算配分をするときに広告代理店が持っているシミュレーションツールをお使いのところも多いのかなと思うんですけれども、シミュレーションツールっていうのはどうしても過去の実績をもとに作っているものですので、なかなかですねテレビと YouTube の予算割合を例えば6対4であるとか5対5になったらどうなるかっていうのがやはり過去の実績はそこまでないんで緻密に出ないのかなというふうに思っております。すいません。しかも、リーチのシミュレーションはできたとしてもですね、それがビジネス成果にどれだけヒットするのかっていうことに関しては、広告主様によっても商材によってもそれだけのデータではなかなか分からなくて、それにさらにいろんな分析と検証を加えていかないと分からないのかなと思っております。ですので今回ソニーソンポさんの場合にはサイト来訪者のデータが取れていましたので、サイト来訪者の確率をもとにですねどれぐらいの予算配分がいいのかっていうのをいくつかモデルを作って試していきました。そして多くのエリアは今まで通り予算配分でやっていく。一方で比較的人口の多い一部のエリアに関しては今回作ったモデルで大きく予算を YouTube にシフトして検証をいたしました。結果としましては1人当たりのサイト来訪単価が約 30% と非常に大きい数字だと思うんですけれども、予算配分を変えなかったエリアと獲得単価を比較して明らかに効果が見て取れました。これだけでもですね非常に大きな成果ができたかなと思っているんですけれども、さらに効果を高めていくために次のステップとして詳細なリーチとフリークエンシーも見ていくことにしました。皆さんご存知の通りテレビ CM はリーチもですねフリークエンシーもなかなかコントロールすることが難しいメディアではあるんですけれども、一方で YouTube の大きな魅力は大規模なリーチがありながらフリークエンシーのコントロールができるということだと思います。この魅力をもう少し使い切っていけばさらに変えていけるんじゃないかなと考えました。そしてテレビと YouTube を統合してフリークエンシーを最適化していくには予算割合と打ち方っていうのが鍵を握っていくんですけども、具体的にはフリークエンシーのコントロールができないテレビ CM は出稿料を最小限に抑えつつ、テレビをよく見る層もあまり見ない層も全体としてフリークエンシーが一定になるように YouTube を使って調整していくということをチャレンジしました。これもですね同じようにエリア別でテストしたところ何もしなかったエリアと比較しまして1人当たりのサイト来訪単価がさらに 6% から 8% 改善しまして、これだけ劇的な変化が実感できたのは正直驚きだったなと僕も思ってました。このオンオフ統合のマーケティングってまだまだ大きな可能性は秘めているんじゃないかなというふうに思ってます。経験してみてですね。で最適な予算割合ですとか、必要な広告のリーチとか接触回数フリークエンシーは、皆様の商材であったり、競合とのポジショニングであったりということで全く異なる数字になったりすると思います。ただ、効果をもたらす、鍵っていうのは、各社どこでも必ずあるんだというふうに思います。ADH を利用してメディアプランの分断をつないで PDCA を回してソニー損保なりのひとまずの答えにはたどり着けたかなというふうには思います。まだまだベータ版ですのでずっとやり続けますけど、そんな事例が今回ご参加いただいておりますマーケターの皆様のちょっとした気づきとかになればすごく嬉しいなというふうに思います。大竹さん、サイト来訪単価の改善でよりビジネス成長に向けたチャレンジができるようになったと思うんですけれども、今後は具体的にどのようなことを考えていらっしゃいますか？そうですね、今後は、先ほどから話出てましたけどコネクテッドテレビに大きな可能性を感じています。でこれからは、ターゲットとなるお客様というもののお客様理解をどれだけするかってすごく重要なことになると思うんですけど、その理解を深めてより丁寧なコミュニケーションを取っていくということが求められる中で、そう考えるとですねすごくそのテレビモニターでターゲティングできる YouTube、 それを見るというお客様が見るという環境は特に重要なポイントになるだろうというふうに考えています。でここら辺はセプテーニさんともよくお話が出てくるところかなと思うんですけど。
どうですか？はい、ありがとうございます。そうですね、お話しさせていただいていると思うんですが、最近ですね、先ほどちょうどお話もありましたが、YouTube 広告とテレビ CM の態度変容調査というものがリリースされたのが大きいかなというふうに思っています。これはテレビ CM と YouTube での認知度だったり、好意度などのブランド指標というのが、このコネクテッドテレビ含めて各デバイスごとに見られるようになりました。なので大竹さんとお取り組みさせていただいていたトニー・ソンポ様のこの調査の結果では、コネクテッドテレビで YouTube に接触した人の広告認知率というのが接触していない人に比べて8.3ポイントも高く、これはスマートフォンでの接触と比較しても高い結果となっていたので、私自身ここは期待をしています。そして今後は好意度や比較検討といったより深い指標との関係性というのもオンフ統合で見ていければというふうに思っています。またコネクテッドテレビでの広告はテレビ的な特徴というのとデジタル的な特徴、これどちらも併せ持つので、組織構造の分断っていうのが起きてしまっているようなクライアントさんにとっても共通のトピックとして入りやすいかもしれません。大竹さんいかがでしょう？確かにそうですよね。あとコネクテッドテレビのところで言いますと、クリエイティブ面の大きな可能性があるんじゃないかなというふうには見てます。でまずターゲットに応じてテレビと違ってクリエイティブの出し分けができるっていうのはすごいいいなと思いますし、さらにその同じテレビ画面の中でテレビ CM として流しているクリエイティブと YouTube 動画で流しているクリエイティブの効果検証もできちゃうと。でさらにテレビ CM と違ってクリエイティブの尺に制限が YouTube はありませんので、従来のそのテレビ CM のように15秒や30秒といったフォーマットに無理にクリエイティブを収める必要がありませんので、表現に関してはかなり幅が広がります。ですので、尺にとらわれないで YouTube でお客様に訴求したい伝えたいことは何なのかということをしっかり考え抜いて、まずクリエイティブを作ると。でさらにそこからテレビ CM を意識して、マスになっちゃいますので、全員に伝えるメッセージは何なのかっていうところを逆に抽出して、そこを集めたものがテレビ CM というような、そういったコミュニケーションの設計っていうのもできるんじゃないかなということで、そこら辺これからどんどんチャレンジしていきたいなというふうに考えています。今後の挑戦も楽しみですね。ソニーソンポではテレビと YouTube を統合してプランニングし、検証と実行を続けられ、ビジネス成長を達成されました。その中で YouTube の大きな魅力はその視聴者層の広さと動画によるコミュニケーションの深さ、そしてデータに基づいて最適化ができる、そしてさらにコネクティッドテレビなど今後の活用幅も広がっていくというお話をお伺いしました。ソニーソンポ大竹様、電通関谷様、セプテーニ松浦様、本日は事例をご紹介いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。